美味しい紅茶が作れるようになりたいです。京都宇治田原の茶農家で15年間緑茶を作っている侍茶人が初めて紅茶を作る話。誰でも美味しく紅茶を作れるポイントを探ります。大きい葉っぱで紅茶を作った場合に、細かい葉っぱで作った紅茶と味がどう変わるのかっていうのを今から検証していきます。細かい葉っぱで作った紅茶はこのようにですね、葉っぱ自体が小さいんですね。なので揉み込んだ後もその葉っぱの形をそのまま保った状態のまま出来上がっています。それに対して大きい葉っぱで揉み込んだ後は細かく崩すっていうか潰す必要があるんですね。でこれ潰したものがこれなので葉っぱの形状が違います。大きいのはね、大きい葉っぱしおれるのに時間がかかったのでだいぶ胃腸時間は長くしてます。本当にふにゃふにゃになるくらいまで30時間ぐらい胃腸してるかもしれませんで、その方が揉みやすいからということでそれくらいは放っておきました。でそれからですね、1時間しっかりと揉んで、で揉み終わった後ですね、5時間かな、しっかりと発酵させて、でそれの後に発酵止めをして乾燥させたという。味がそんなに変わらなかったら大きい葉っぱの方が量がねたくさん取れるのでより安価に作れると、安く作れるから、まあこれはこれであってもいいんじゃないのかなっていう。でもう一個今度ね、こちら側、形見た目こちらも大きい葉っぱなんですけども、何が違うかというと、こちらは発酵止めをしてすぐに乾燥にかけてます。それに対してこちらは発酵止めをしてからですね、一晩そのまま、自然乾燥させてます。でその後に強制乾燥をしているので、その自然乾燥している時にもしかしたら発酵が進んだのかなと思ってます。ただまあ発酵止めをしているので発酵止めが適切に効いていればそんなに味の違いがないのかもしれません。ということでそれぞれの葉っぱ 4g これ用意しました。でこれに熱湯を 100ml 注いで3分間抽出でしたいと思います。見た感じはね、大きく崩したものは葉っぱが浮いてきているので表面が葉っぱに覆われていて、この中がどういう風になっているのかっていうのがよく見えない状態になってますね。色合い的にはこう結構ね、これ濃く薄くで薄くさらに薄くという感じですね。ではまずは細かい葉っぱの方を飲んでみます。至って飲みやすい紅茶ですね。では大きい葉っぱ飲んでみます。ちょっと薄く感じますが、これはこれで飲めます。自然乾燥を途中で入れたものですね。こっちも薄いですね。強制的に乾燥させた方が味の出方がいいですね。細かい葉っぱは後味がいいですね。余韻があって、ちなみに同じ葉っぱでやってます。同じ葉っぱの大きい部分と同じ葉っぱの小さい部分で、それぞれ別々に成茶してるんですけども、おそらく大きい葉っぱの方が、表面積が大きい分葉っぱの数自体は少ないんですね、同じ 4g でも。なので細かい葉っぱの方が 4g あったとしても葉っぱの量が細かい分その分多くなっているのでしっかり抽出ができていると思います。でそれに比べて大きい葉っぱの場合は、一個一個が大きい分かさもあるので薄まってるような感じですね。大きい葉っぱの場合はちょっと濃いめに入れた方がより美味しく感じられると思います。むちゃくちゃ美味しいっていう感じは結局しませんね。ティーバッグの紅茶みたいな感じで、そんなに感動的な部分っていうのは見受けられないですね。それに対して細かい方はちょっと
味にコクがあるというか、その純粋に濃く出したから出てくるような味ではない上品な部分っていうのがよりやっぱり感じられますね。どうせね自分で作るんであれば少しでも品質がいいものをやっぱり作った方がいいと思うので、そういう意味では大きい葉っぱっていうのはできるだけ入れないように細かい葉っぱで、紅茶を作るっていうことをした方がいいですね。ただ大きい葉っぱでもできないわけではないということが分かります。紅茶を作るんだと。でとりあえずそれに対して、むちゃくちゃ品質は問わないっていう場合は大きい葉っぱを入れても全然問題はないですね。でもせっかくだからね、細かい葉っぱで作った方がより美味しく感じられるしっかりした風味の紅茶が出来上がるっていうのがこれで分かりました。で乾燥は発酵止めしてからできるだけ早く乾燥に持っていった方がいいですね。その自然乾燥でじわーっとじっくり乾燥させていくと、味に締まりがなくなるというか、できるだけ速やかに水分を抜き切るっていう風に仕上げた方がいいと思います。今回用意したのは揉む時間が2種類、布にくるんでこう揉んでるんですけども、その布が全体的に濡れた時期、大体今回35分くらいだったんですけども、それとびちゃびちゃになったくらいまで、揉み込んだもの、それが50分。大体それからですね、もっと普通、今までは揉み込んでたんですけども、揉み込みすぎかもしれないっていうふうにちょっと仮説を立てて、その2つを用意しました。あと室温での、発酵6時間っていうのを1つ、冷蔵庫で発酵させた、冷蔵庫の中に保管していたものですね。それを6時間過ぎたもの、12時間過ぎたもの、18時間過ぎたもの、24時間過ぎたもの、30時間過ぎたものの5種類用意しました。35分軽く10年したものは緑がかってます。で葉っぱもね緑色の葉っぱが残っているのが目立っていました。で香りも紅茶っぽい香りはそんなにねしなかったんですね。どちらかというとウーロン茶っぽいっていうか、あまり香りが感じられなかったですね。で50分は香りは紅茶っぽくはなってたんですけども、それでもまだそんなに香りがすごく紅茶の香りが強いかっていうとそうでもないんで、もしかしたらしっかりと1時間以上は揉まなきゃいけないのじゃないのかなっていうふうに、そういう仮説も立っております。室温での6時間こんな感じです。冷蔵庫に入れた、6時間で、先ほどのも今のも35分10、室温での6時間で中10年50分、中10年で冷蔵庫で6時間、35分の軽10年の冷蔵庫で12時間、50分の中10年の冷蔵庫で12時間、35分軽10年の冷蔵庫で18時間、50分の中10年で冷蔵庫18時間、35分の軽10年冷蔵庫で24時間、50分の中10年で冷蔵庫で24時間、35分の軽10年で冷蔵庫で30時間、50分の中10年で冷蔵庫で30時間では、室温35分6時間、ちょっと薄いかな、ちょっとピリッとした渋みがあります。これ50分で室温、ホッとする味ですね。で50分で冷蔵庫6時間、優しい味。冷蔵庫で12分じゃあ12時間35分、ちょっと生っぽいですね。生っぽいというか、えぐみがちょっとある感じが。50分で12時間はちょっと後味が渋いですね。18時間35分悪くないですよ。そんなに違いはない。50分で18時間もそんなあれですね。これが24時間35分、24時間50分。思ったより違いないな。で30時間で35分。なぜかプーアール茶っぽいちょっと発酵した感じの味してますね。発酵っていうかご発酵してる感じがします。で30時間で50分。これも後味は
ちょっと誤発酵してる感じですね。35分は特に本当に誤発酵してるっていう香りもそうでしたし、一言で言うとプーアール茶っぽいというか、生のプーアール茶っぽい雰囲気の味わいですね。紅茶としては、それは評価高いっていう感じではない。24時間冷蔵と18時間冷蔵、今これ、50分のものだけで比べてます。12時間はちょっと物足りないな。味が出てない感じしますね。24時間くらい経ってる方が50分はいいですね。12時間はあっさりしすぎてます。6時間50分の10年で6時間12時間っていうふうに作った紅茶は、あまり紅茶の風味、しっかりした発酵っていうのが、12時間くらいでは出てません。18時間もちょっと物足りない感じはしますけどね。24時間くらいがしっかり出てて、30時間はやっぱりちょっと、渋みとかがちょっと出だしてるということで、しっかり揉み込むと誤発酵みたいな感じの風味は出にくくはなってますが、だいたいやっぱり24時間前後ですね。18時間、これ今20時間から24時間くらい程度の冷蔵庫の発酵時間っていうのが適切ですね。それよりも短いとちょっと紅茶っぽくなくて、それよりも長いと、誤発酵してるっていう風味が出てます。では、揉みが浅い35分のもので、これ6時間。すごくね、渋みを感じて、冷えてくると渋みをしっかり感じますね。味はあんまりないので、そんなに美味しいとは感じません。12時間になってくると、ちょっと紅茶っぽい風味も出てくるんですけども、また渋みが勝ってます。18時間はあんまり気にならないですね。特にお菓子っていう感じでもないです。ただ紅茶の風味がしっかり前に出てるっていうくらい感じられるもんでもない。24時間やっぱり、舌に残る渋みっていうのが出てます。その揉み不足だと苦み渋みっていうのがちょっと残りが強く感じますね。これは苦み渋みをえぐみを取り除くためにしっかり揉みなさいっていうふうにいう考えと、昔からながらの考え方っていうのはやっぱり理にかなっているというか、そのアクを取り除くために揉むっていうのは間違っていないような感じですね。あれ、もう30時間のものは飲み慣れてきたらあんまり何も感じないですね。ただ美味しいかと言われるとそんなに美味しいとは思わないです。軽く10年で冷蔵庫での発酵も短いと渋みばっかりが目立って、ちっとも美味しくないです。揉み込み不足だと、紅茶の味が出にくい、もしくは渋く残るっていうのが分かります。ある程度飲めるなと思ったのがこれなんですけども、50分10年で6時間室温で、こちらが50分10年で、24時間冷蔵庫。しっかりと揉み込むっていうのがまず大前提です。しっかりと揉み込むっていうのが大前提で、室温で、適度な時間、室温の適度な時間と冷蔵庫での適度な時間っていうのが違うということですね。だいたい4倍前後くらい違うっていうことですかね。56時間、5時間くらいと5時間56時間と20時間から24時間くらいですかねの違いで、その時間帯をしっかり抑えて、あとは長すぎず短すぎずっていう風にしておけば、ちょうどいいくらいの紅茶が出来上がるという答えになりそうです。で、揉み込み不足だとえぐみというか渋みがしっかり残りやすいということと、あとは、発酵しすぎると味が変質するという、悪い部分があるので、揉み込むのは絶対必須。まとめると、揉み込むのはしっかりということと、あとは発酵時間はあったかいものと冷たいもので適切な時間っていうのが変わってきますと。なるほど、面白い。